こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は1月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと1月31日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。デスストランディングディレクターズカット1月21日からゲームパスに対応します。小島監督が企画から脚本、ゲームデザインまで手掛けたタイトルですね。今作はデスストランディングと呼ばれる現象によって人々や都市が引き裂かれ分断されてしまった未来のアメリカを舞台に伝説の配達人であるサムとなってアメリカ再建のために都市への支援物資を運び人々をつなぎながら西海岸を目指していくといった内容になっています。ディレクターズカット版には謎の施設に潜入するステルスプレイを楽しめる新たなミッションや様々なアイテム、要素も追加されています。配達するゲームなのに不思議と面白くて中毒性のある作品、映像クオリティも高いですし、気になっていたって方にはぜひ触ってみてほしいです。忍者ガイデンレイジバウンド1月21日からゲームパスに対応します。本作はレトロな忍者龍剣伝の世界観と最新の忍者ガイデンの激しさを融合したスピード感のある 2D 横スクロールアクションゲームです。ゲームの作りはステージクリア制で、ステージの最後にはボス戦も用意されているオーソドックスな作りとなっています。3D の忍者画シリーズと比べるとテクニックや技などは少なめで、軽やかに敵を切り刻みながらテンポよく進めていける感じ。その上で終盤になるとしっかりと歯ごたえもあるゲームバランスになっていて、忍者画シリーズファンの方でも楽しみやすい作品かなという印象です。ゲームボリュームはかなりコンパクトなので気になる方はぜひ触ってみてください。もちろん竜はやぶさも登場しますよ。ロードクラフト1月21日から PC ゲームパスに対応します。リアルな重機を運転し災害の被害を受けた地域を復興していくシミュレーションゲームです。Xbox の方では昨年9月にゲームパスに対応していますが、今回新たに PC の方でも対応する形となります。本作では工事会社の責任者として現場での車両の運転や瓦礫の除去、資材の運搬はもちろん、壊れた道路や橋の復旧、設備の取り替えなどを行っていくこととなります。一人プレイはもちろん、最大4人の協力プレイにも対応し、フレンドと一緒に仲良く遊ぶこともできますよ。ザ・タロス・プリンシプル2 1月27日からゲームパスに対応します。一人称及び三人称視点でも楽しめる 3D パズルアドベンチャーゲームです。本作では人類滅亡後の世界を舞台に様々なパズルに挑んでいくこととなります。光のビームをうまく利用してギミックを解き、ゴールを目指すといった作りで、ちょっとポータルに近いような感じなのかな。私シリーズ未経験なので、今回初めて触ってみようと思います。ミューテンショネム1月28日からゲームパスに対応します。サイバーパンクな世界を舞台にした 2D と 3D を組み合わせているアクションアドベンチャーゲームです。本作では主人公のアンとして失踪した弟を探すためネオンあふれる街を探索していくこととなります。戦闘の方では両手剣から双剣、ピストルからミサイルまで様々な武器を利用でき、アイテムの収集や購入、作成によってアンのスキルや装備をレベルアップすることも可能となっています。ドロップダチー1月28日からゲームパスに対応します。落ち物パズルゲームのような感じで王国を築いていくローグライクゲームです。今作ではブロックを重ねて資源を収集し、兵士を雇って敵と戦いながらステージを進めていくことに、うまくブロックを並べることによってボーナスを獲得することができ、どんどんと資源を増やして敵の脅威から王国を守っていくこととなります。僕とシムの街コージーコレクション1月29日から PC ゲームパスに対応します。2007年及び2008年に Wii でリリースされた僕とシムの街と僕とシムの街キングダムの2作を収録したコレクション作品です。
本作では想像力のままに街を建て直したり、各地を探検して個性的なキャラクターたちと交流を行うことができます。ウォーハンマー 40K スペースマリーン2、1月29日からゲームパスに対応します。昨年9月にリリースされた作品ですが、早くも追加される形となりましたね。本作はスペースマリーンの一員として異種族と戦っていくこととなる TPS ゲームです。群がる敵たちをどんどんと打ち倒していくだけでなく、近接武器を利用した処刑やパリーなども存在し、豪快な戦闘を楽しめる作品となっています。また、シングルプレイのキャンペーンモードの他にも、オンライン協力プレイに対応した PVE モードや PVP モードも存在。フレンドと一緒に楽しむこともできますよ。インディカ、2月2日からゲームパスに対応します。19世紀末のロシアを舞台にしたストーリー重視の三人称視点ゲームです。日本ゲーム大賞2025にてゲームデザイナーズ大賞を受賞した作品でもあります。今作では若き修道女として悪魔の行為や幻覚に見舞われながら自分探しの旅を行っていくこととなります。3D のフォトリアルな場面と 2D のピクセルグラフィックの場面と融合しているのが特徴で、宗教的要素を豊富に取り入れたタイトルにもなっています。ファイナルファンタジー2、2月3日からゲームパスに対応します。FF2 のピクセルリマスター版です。1月前半でも FF1 が追加されましたが、早速2の方も加わる形となりましたね。本作でも1と同様、オリジナル版をベースにグラフィックを一新している他にも、様々な便利機能も搭載。特に FF2 はレベルや経験値などの概念が存在せず、かなり独特なシステムを採用しているのも特徴です。本作も1のリマスターと同様に、熟練度アップや能力値アップなど、様々なブースト機能も搭載し、ずっと遊びやすい設計になっていますよ。ここからは1月31日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。デイリーパートオブミー。追加から1年で終了となります。とある少女と彼女の影を操作してパズルを解いていくアクションアドベンチャーゲームです。少女の方は 3D 空間を移動でき、影の方は 2D の平面でできた壁の中しか移動することができず、交互に操作をしていくような作りとなっています。幻想的な世界観も魅力の作品ですね。気になる方はお見逃しなく。オークスマストダイ、デストラップ。追加から1年で終了となります。タワーディフェンスと三人称視点アクションを組み合わせた作品です。大勢の群がる敵たちをどんどんと罠にはめたり、様々な武器で倒していく爽快感が売りの作品ですね。ローグライク要素を採用しているのもあって、前作3とは手触りが異なる印象でもあります。気になる方は触ってみてはいかがでしょうか。スターバウンド。こちらも追加から1年で終了です。テラリアのスタッフが開発を手掛けた探索や建築、サバイバルの要素が楽しめるサンドボックス型の 2D アクションゲームです。なお、日本語には未対応となっています。パウパトロールワールド。追加から1年10ヶ月で終了となります。パウパトの世界をオープンワールドとして楽しめる 3D アクションゲームです。もともと昨年12月に外れる予定と告知されていましたが、少しだけ延長されていました。本作は最大2人のローカルプレイでも遊ぶことが可能で、小さなお子様でもご家族で楽しめる作品となっています。カタクリズモ。追加から4ヶ月で終了となります。こちらは PC のみで提供されている作品です。本作はタワーディフェンスの要素とリアルタイムストラテジーを組み合わせた作品となっていて、要塞を設計し築き上げ、押し寄せる恐怖の群れから防衛することとなります。シチズンスリーパー2。追加から1年で終了となります。テーブルトーク RPG の持つ自由度やダイスによる変化などをシステムに取り入れた SF アドベンチャーゲームですね。前作の1の方はずっとゲームパスに対応し続けていますが、新作である2の方が先に外れてしまうという形になります。
また、発売は昨年の1月でしたが、日本語への対応は10月末だったので、つい最近日本語に対応したのになぁと感じてしまう方もいるかと思います。少しでも触っておきたいっていう方は、外れる前にぜひ。ロンリーマウンテンスノーライダース。美しい雪山を疾走していくアクションゲーム。深い雪や凍った湖など様々なロケーションでスキーを楽しむことができ、ゲームを進めていくごとに新たな装備を入手することができる作品です。前作ダウンヒルのゲームパス対応期間は5年間と非常に長かったですが、本作は1年で終了という形になりました。すごくシンプルな操作で複雑なシステムもないのに、ついつい熱中してしまう中毒性の高い作品なので、気になる方は触れてみてはいかがでしょうか。ということで今回は1月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、1月31日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、レビューを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。